やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、QCY の T18、Amazon で売ってる、知らないブランドの無線イヤホンのうちの一つに見える。って、その返事はある意味正しくて、ある意味間違ってる。QCY は、中国発の様々な安価かつ高性能なイヤホンに協力した過去があって、過去の Amazon で一番売れたような低価格 TWS にも実は関わっていたりする、中華低価格 TWS の黒幕的存在だ。最近だと、日本のレンタル DVD、ゲームストアである、ゲオの1000倍イヤホンに大きく関わっていて、それらの音質が評判になったよな。つまり、知名度は確かにそれほど高くないものの、その実、ものすごく技術力に定評のあるブランドで、これまでに数えきれないほど実績を重ねてきたブランドでもある。実際、ふとした時に、これ QCY 関わってねって機種が出てくるくらい、TWS の分野では強いんだ。そんな QCY から、今回送られてきたサンプルが、QCY-T18。つい最近まで、QCY は aptX-K チップに対応した TWS を出してこなかった。それでも、性能的には非常に優秀で、安定性も高かったんだけど、それでも aptX は欲しいなというユーザーは多かった。T18 は aptX に対応、どころか、新型チップの QCC3050 チップを採用し、スナップドラゴンサウンドにも対応した一本となっている。それ以外のスペックは堅実に、10mm の1ダイナミックドライバーを採用した大型ドライバーのイヤホンだ。ただし、振動板も一番よく見かける複合樹脂振動板じゃなくて、より高音域の反応がシャープになる、グラフェン振動板を採用している。単体連続再生時間も7時間とたっぷりで、ケースを合わせて30時間だ。これで QCY 製ならまず外れないんだけど、とはいえ、実際に聞くまでがレビュー。外観から見ていこうか。外観はシンプル。10mm 振動板なので装着感の難を心配したけど、しっかり耳の形に配慮した楕円形になっていて、問題はない。ただ、スポーツ時にはイヤピを変えた方がいいかも。付属のイヤピはサラサラとした加工が施されていて、装着感は良好なんだけど、激しい運動をした際のグリップや密閉感が軽い。逆に言うと、ちょっと小走りくらいまでの時なら、軽い装着感を提供するぞ。よっぽど激しいスポーツの時以外はこれの方が、装着感も軽くていいんじゃないかな。ケース、本体ともにツルツルした塗装の上にクリアを施した仕様。ざっくり言っちゃうとエアーポズとかに近い質感だ。より安価なプラむき出しのホワイトと違って、黄ばみなどが遅いので、長期間使うと差の出てくる仕上がり。黒だと指紋が目立ちやすい仕様でもあるけど、白だったらそれほど手垢、指紋は目立たないし、拭き取りやすいので、実際使ってみると悪くない仕上げだ。操作方法はタッチセンサ方式。なんだかんだ言って、このレシーバーのある完全無線イヤホン方式、つけやすく外しやすく操作しやすいので、似たようなモデルが多く発売されるのも納得だな。ちなみに、レシーバー部分は、適切に装着すると、かなり地面と水平に近い角度になる。装着感が浅すぎると感じる人は、イヤホンを装着する角度を気にしてみてくれ。スペックをざっくりと見てみようか。ざっくりと見るだけでも、ノイズキャンセリング以外は高水準にまとまっているのがわかる。個人的に重要なのが、マルチポイントに対応してることで、例えば、外ではスマホ、家では PC とスマホの両方を使う人が、わざわざつなぎ替える時の設定をせずに、両方からの信号を受け取れる。マルチポイント機能は、両方の音声を同時に待ち受けできるということで、両方の音声を同時に再生できる機能ではない点は注意な。それから、低遅延モードもこの手の TWS らしく搭載。ただ、操作が右側3タップになっていて、ちょっと操作が独特なので注意が必要だ。ちなみに、左3タップはボイスアシスタント、Google アシスタントとか Siri の呼び出しボタンになっているぞ。地味にマイクも4ボタン、ノイズキャンセリング非対応の完全無線イヤホンとしては、かなり充実した性能になっているのがわかるだろう。さらに、アプリにも対応してる。おそらく、思いつく限り全ての要素をしっかり抑えてるスペックのはずだ。でもって、前述の通り、装着感もライト。あとは実際に使ってみての印象だな。聞く方と話す方。まずは話す方から。実際に Windows 上で録音したものがこれから流れる。Windows の仕様なのか、音量が非常に取りにくかったので、その点のみ注意してほしい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。aptX ボイスが有効になっているかどうかはわからないですけど、音質的には問題ないと思います。どうだったかな？扇風機などがついている状態で通話したけど、問題なく聞こえたな。ノイキャンが強くて声の品質が変わった感じがするけど、むしろ会話が聞き取りやすい音質になったと思う。通話等をするなら十分な品質だ。聞
速報の音質に入る前に、もう一度ドライバーを見てみようか。QCY-T18 に使用されているドライバは、10mm のグラフェンコート振動板。このドライバは、最近は他の素材が多く登場して使用されることが少なくなってきたけど、一時期中華イヤホンの上位機種の定番になっていた素材で、カーボン系振動板の定番のうちの一つ、高音域がハキハキとなる振動板で、6mm など、小型のドライバに組み合わせると、この傾向ばっかりが伸びることもあるんだけど、10mm と大型で、低音の量感の表現力が高いドライバに組み合わせることで、高音、低音、ともに満足の音質が出る仕上がりになっている。通常の振動板でも、常に高評価を出していた QCY なんだけど、今回の素材変更でどんな評価になるんだろうか。というわけで音色について、ここまで一見普通に見えて、どれもこれも魅力的なスペックだったので、これで音質も良けりゃ文句なしよ。文句なしだわ。外観の部分で触れた装着感の軽さに見合った、爽快感のある音色、それほど感触寄りになりすぎてはいないんだけど、ベルやシンバルはしっかり高質に聞こえる。でもって、低音域もキレが良く、それでいて量感もしっかり、同価格帯の上質な有線イヤホンと比肩できる仕上がりだ。ボーカルなども残響はキレが良いので、そういったところはいかにもグラフェン振動板だな、という印象。それでいて、TWS としての基礎は100点を上げられる仕上がりだ。距離が離れても途切れにくかったし、接続性も問題なし、よくわかんないメーカーを買うくらいなら、やっぱり QCY を選んでおけば間違いなさそうだ。特に、T18 は振動板のアップグレードのおかげなのか、以前購入した、同じ QCY 製造のイヤホンが元ネタの低価格モデルと比較して、高音質の量感に粗さがない、低価格のドライバで高音域を気持ちよく伸ばそうとすると、高音域に隙ができて、不快音、刺さりなどが生まれてしまう場合があるんだけど、T18 はそういった問題もなく、価格で妥協している音質には感じなかったな。それから、GEO ブランドになるとアプリが動作しなくなるので、そういった点でも優位性を感じる。バランスが取れていて、キラキラと高音を楽しめるイヤホンを探している人におすすめだな。音色を分解してみようか。高音域は気持ちよく響く、ちょっとシャープさを強調されたような印象で、密閉型イヤホンの美味しいところが出てる印象だ。ベル、シンバルなどの高質な音の表現力が良く、複数の音が鳴った時にも全体がキラキラ派手に聞こえるので、聞いていて楽しい。通常の複合樹脂振動板と違うのはこの気持ちよさじゃないかと思うな。中音域、ここもハキハキと聞こえ、空間が広く聞こえる。ボーカルの刺さりはないものの、響きが少なく、クリアな聞こえ方。高音域がきらめくものの、他音域を食うようなバランスにはなっておらず、しっかり男性ボーカル、女性ボーカルともに聞こえてくる。ただ、ドンシャリな傾向の印象はあるので、最前面に出てくる感じではない点にも注意が必要だ。そこら辺はアプリで調整できるんじゃないかな。それから、低音域、サブベースはしっかりと量感があるけど、密閉度が高くてドカンドカンなる、というよりは、声道が取れていて、しっかりとなるけど、響きはそれほど力強くない。つまり、他の音域を食うようなボリュームじゃない。全体には、高音域から中音域のクリアさを中心に楽しむ感じの音質なんだけど、サブベースの不足は感じない。そんなバランスだと思う。クリアで気持ちの良い音質を求めている人におすすめの仕上がりだな。おすすめじゃない人は、せいぜいの意見が欲しい人と、暖色傾向が大好きな人くらい？基礎性能、マルチポイント、アプリ付き、通話音質も良好と、全方位に隙のない一台に仕上がっているぞ。マルチポイント、ラフに使える価格、そして音質と、バッテリーも長い。実際に使ってみて、その良さを理解できる一台だ。こういう一台が長く使える一台になるんじゃないかな。と、こんなところだな。最初は定番スペックの1台かと思いながらスペックシートを見てみたら、全部予想の一段上を行った仕上がりになっていた。本当にいいもの作るんだよ QCY。といったところで今回はここまで。TWS、毎年良くなっていくよな。